ということで、こんにちは。こんなキワキワのところでね、ティッシュを集めていて、大変危ないんですけれども、一生懸命ね、次から次へとティッシュを集めていきます。うわー、危ない。大丈夫。動画内の主もね、思わず心配のね、声を上げてますけど、怪我したら危ないので、しれっとね、箱を近づけておきましょうか。で、ティッシュを口にくわえたら、こうやってね、回し車で爆走して、で、ケージの端っこに設置するっていうのが豆子の日課です。どんどんティッシュを集めていくんですけど、めんどくさくなってきたのか、ガバーっとティッシュをね、取って欲張りするんですけど、欲張りしすぎて歩けないっていうね。で、今度は反省をして1枚ずつティッシュ取っていくんですけど、まさかの脱走豆子を無事捕獲しまして、で、今度はね、本格的に豆子のベッドメイキングが始まっていくわけなんですけど、まずは回し車の周りを一周して回し車を爆走して、そして締めの一回転、今見ました？半時計回りもできます。そしてこのドヤ顔、もう一回見てみましょうか。今度はね、回し車から回して、回し車の周りを一周して、1回転、2回転、3回転。すごい !3 回転できてからのカメラ目線でしたね。素晴らしいパフォーマンス。別の視点からも見てみましょうか。1回転、2回転、3回転。すごい。これは自立界のトリプルアクセルってことにしてもいいですか？そうしましょう。ほらね、こうやってフェイントの1回転もできますし、ためらいながらの1回転もね、できるんです。豆子はね、いろんなね、1回転をできるんで、まあ、見ててね、全然飽きないですよね。そしてこのドヤ顔、たまに挟まるドヤ顔が素敵ですね。でね、皆さん、なんで豆子はこんなくるくる回るんだ？どういうことなんだって思う方多いんじゃないですか？そう、主もね、聞きたいです。全くわかりません。誰か知ってる人いますか？教えてください。で、豆子また欲張りするから歩けなく走れなくなってるんですけど、せっかくティッシュを角にね集めてるのに、こうやってティッシュを自分で踏んで散らかしちゃうから、どんどんね汚くなっているんですよ。で、ティッシュも丸ごと落として、でもティッシュを集めるのに必死なんで気づいてないかなってね思ってたんですけど、まさかのねティッシュを回収しに行くっていう、で元の場所に戻すっていうお片付けができるディスなんでね、すね豆子さんは。そして締めの1回転で、半時計回りで1回転してからの時計回りで1回転、そして回し車で爆走して、で時計回りで爆走するっていう、もう忙しいですね。ちょっと解説追いつかないですけど、豆子さんがねこうやってティッシュを集めて、で爆走をして、で1回転をしてね、設置しに行くっていうのは、もうこれはお決まりの流れなんだなっていうのがね、皆さん分かっていただけたと思うんですけど、そう、これはね主がね教えたとかではないんですよ。もう昔から豆子これやってましたから。で、次の日になりました。これは朝ですね。昨日よりもティッシュがふかふかになってるのがわかるかなと思うんですけど、豆子はねティッシュをただ運んで回し車で走ってってやってるように見えて、実はねこうやってティッシュを細かくしてふわふわに仕上げてたんですね。そしてふわふわになったティッシュの中にね、こうやってご飯を隠し入れるわけですよ。それでね、背中にもこんもりとねティッシュの山を作って、あざといなっていう感じなんですけど、ここ主のお気に入りポイントです。この豆子ゆらゆら、
顔がねあんまり動いてないんですけど、体だけねすごいゆらゆらしてるっていうのがお気に入りポイントなんですよね。ちょっともう一回見てみましょう。あ、かわいい。そしてカメラ目線からのだいぶ大胆な給水タイムですね。で、給水タイムが終わったら今度は休憩ということでね、トイレの隙間に挟まりに行くんですけど、豆子はね狭いところが好きなのかよくここに挟まってます。そういえば前回豆子の白目の動画を投稿したと思うんですけど、コメントでペットは飼い主の真似をするっていう研究がありますと教えてくださった視聴者さんがいて、で確かにね主白目の思い当たる節あるんですよ。これはペットを飼ってる人あるあるだと思うんですけど、匂いをね嗅ぐんですよ。やっぱり匂いを嗅ぐと落ち着くんで、主もリス吸いをよくするんですけど、リス吸いをするとね決まるんですよね。で決まった時にもしかしたら白目をしちゃってたかもしれないんで、それでね豆子が白目をしちゃったのかもしれないっていうところでね、それは本当にね反省をしているんですけれども、この豆子の回転に関しては主一切関与してないですから、主ね部屋で一人でくるくるって回ったりとかはしないんで、そこはねよろしくお願いしますよ。爆走も終えてちょっと落ち着いてきたところで、もうそろそろ寝るかなっていう感じなんですけど、寝床に行って寝転びましたね。もうこの状態になったらもう毛づくろいもねしてますし、寝る準備はね万端だと思います。寝ました。寝たんですけど、せっかくねベッドメイキングしてたのにまさかのティッシュの上で寝ないっていうね。ティッシュはインテリアだったみたいです。びっくりですね。やっぱり細かくなりすぎたのか鼻にティッシュがついちゃってるんで、主はね寝てる間にピンセットでティッシュを取り除こうと試みるわけですよ。ピンセットでね取ろうとするんですけど、このピンセットがね不良品で、しっかりねピンセットつまんでも先がちょっと開いてるから、この細さのティッシュに一向につまめないわけですよ。この角度だったらよく見えるかなと思うんですけどね、ちょっと刃先っていうか先がね開いてるんですよね。そのせいでうまくつまめなくて豆子を起こしてしまいました。ごめんなさい。